はい。ですね、私、こうやっていろんなところに行って、いろんな国で仕事をしてきてるわけなんですけども、結はい。構有名な土地、いろんな観光地で有名なところで、我々仕事自体でね、観光地に行くことっていうのはほとんどなくて、産業がある街っていうのが多いんですけど、世はい。界にいろんな有名な観光地っていうのがあって、で、その近くまで行ったんだけど、その観光をするものっていうのは全然見てないっていう経験が結構あるんですよ。はい。そこの経験ってすごく面白い場合もあるんで、面はい。白いって私が勝手に面白いと思ってるんですけど、そのはい。中の一つをおはい。話ししたいなと思っていて、で、まずですね、世界に三大滝ってはい。言われているのがあって、それって小川さん聞いたことあります？恥ずかしながらないですあ、ね。そうですか。ナイアガラの滝って聞いたことあります？あ、聞いたことあります。はい。アメリカにあるんですけど、これもね、はい。私、本当に近くまで行って見てないんはい。ですよ。うで、ーん。あはい。と、アフリカにビクトリアの滝っていうのがあるはい。ようで、それをはい。聞いたことありますかね？あります。はい。で、あとね、最後になるんですけど、ブラジルとアルゼンチンの間にイグアスの滝っていうのがあるんですよ。うーん。あ、そうなんですね。はい。で、この3つが世界三大滝っていうふうに言われていて、で、私ね、そのイグアスの滝があって、そこからね、車で3時間ぐらい行った町にカスカベオっていうブラジルの町があるんですけど、そこはい。に友達がいるんですよね。で、その友達っていうのは、結構いろんなところをこう旅行というか、うろうろしてるというか、ある日ね、今、実家に戻ったんで、遊びに来いってはい。言われたんですよ。その、ブラジルのカスカベオっていう街ね。イグアスの滝を見に行こうっていうふうに言われて、なので、これはもう本当になかなか行けるもんじゃないんで、行きますって言って、で、私あんまね、はい。本当に仕事が絡まないと旅行というか動かないタイプで、はい。なんで、これって数少ない本当に観光のために動いた旅なんですけど、リオのカーニバルとかって有名なんで、これ聞いたことあるんですよね、小川さん。はい。聞いたことあります。ブはい。ラジルのリオデジャネイロでカーニバルはい。の行列がある。これ写真で黄色い銅像、あれ仏様かなと思ってるんですけど、で、はい。一つの道に、なんていうんですかね、観客が座るとこがだっとできて、で、それではい。行進しながらカーニバルで踊ってるわけですよ。で、これカーニバルって、リオが非常に有名になっちゃってるんですけど、もうブラジルはい。全土がカーニバルで、もうちっちゃな町も含めて、その町でもカーニバルってやるんですよ。そうなんですね。なので、私のおすすめって案外そのリオに行ってリオのカーニバルを見はい。るんじゃなくて、街の人と一緒に踊るっていうのがね、すごくね、ブラジルはい。のカーニバルを感じられるんで、すごく私おすすめなんはい。ですけど、はい。彼もちょうどカーニバルでお休みなんで、実家に帰ったんで遊びに来いっていう、電話があって、はい。その人がロベルトっていう人で、ブラジル人ではすごく多い名前なんですよね。で、じゃあ、カーニバルでカーニバルも見えるし、イーガスの滝も見えるし、そいつにも久しぶりに会えるっていうんで、そこまで行ったんですよね。で、はい。どうやって行ったか全然覚えてなくて、サはい。ンパウロあたりから飛行機で行ったのか、あるいははい。どっかに入ってバスで行ったんだな。ブラジルってもうバスが結構多いんですけど、長距はい。離バスが多いんですよね。で、結構ね、本当に時間かけて行って、はい。で、久しぶりに会って、おーって、ヨーロッパの人たちも、南米の人たちも結構抱擁するじゃないですか。はい。久しぶりに会ったりとかするうと、ーん。なので、はい。そういう抱擁っていう形になって、我々ね、本当ブラジルの人たちっていうのはもうビールと結びついていて、もうみんなはい。ビールで飲んでっていうお友達なんですけど、はい。ヨーロッパとかだとワインを飲んでっていうお友達はいるんですけど、ブはい。ラジルの人たちは基本的にビールなんですよね。で、最近はブラジルもいいワインができて、私の個人的な友達っていうのはもう皆さんビールと結びついてると思ってるんですけど、ビール飲み始めて、でいろんなこうお話をしだすわけじゃないですか。で、過去はい。の話とか、くだらない話とか、で、はい。じゃあ、肉焼こうでっていう話になって、でもブラはい。ジルで前も話したと思うんですけど、シュハースコっていうのがあって、それね、うん。もうはい。各家庭でもやるんですよ。あ、そうなんですか。で、各家庭にも、焼肉、そのシュラスコをやる
炉みたいなのが作られていて、でこれ写真に炉があると思うんですけど、これ家の、シュラスコをやる場所なんですよね。でブラジルの家に行くとね、これがすごい立派なんですよ、どこに行っても。多分そうなんですよ。なんでね、ブラジルで家作る人は、家を建てる人はここに一番お金をかけてると私は思っていて、でリオとかサンパウロとか大都市に行って高級マンションとか行くじゃないですか、そうすると高級マンションにもベランダがあって必ずこれがあるんですよ。そうなんですね。ベランダからこう煙突でこう肉を焼く煙を逃がす煙突が下からもう上までドーンと通っていて、でベランダに必ずこの設備があるんですよね、こういう設備が。もうブラジルで生活するには切ってもね切れない食べ物っていうことなんですけど、じゃあ肉を焼こうよねっていう話になって、で彼一緒に炭を買いに行ってね、で、火をつけてお肉も買ってきて、いろんな味付けあるんですけど、基本的にはね粗塩で揉んで、それで焼くっていうのが多いんですよね。でお肉食べ始めて、このシュラスコってね、こう肉をこう焼きながらそぎ切っていって食べるみたいなイメージなんですよ。なのでお肉が冷めることもないし、お肉が焼けそうになったら上の方に持っていけばね、結構もうあったかいまま美味しいまま保てるんで、もう永遠とやれるんですよ。で久しぶりに会ったんで、じゃあ午後の3時ぐらいに着いたと思うんですけど、じゃあビール飲んで、お肉も夜になったんで、じゃあお肉も焼こうねって焼いて、で夜はこういう、春日部ってね人口25万人ぐらいだって調べたんですけど、この体育館とかね、学校の体育館に集まってみんなで踊るんですよ。ディスコとかでもカーニバルってやるんですけど、こういうその学校にね家族連れとかみんなが集まってきて、そこで狂ったように踊るんですよね。じゃあそこに行こうっていう話になって、でそこで踊り出して、でもう本当にカーニバルの時期ってね、ブラジル全体が狂気になるんですけど、もう本当に朝までずっと踊っていて、で朝ビール飲んで、じゃあ、そのまま寝ようかっていう話になって、で私ね3日ぐらいいたと思うんですけど、最初の日はそういう話で、寝る前にね、じゃあ今日はイグアスの滝見に行こうぜっていう話になって、で起きてきたら、よしとりあえずビールだっていう話になって、またお肉を焼き出して、また一緒に話し出して、2人でずっと話していて、で2日目の夜ももう本当に1日お肉食べてビール飲んで、でちょっとお昼寝したりとかして、でまた起きて飲んで食べてはやって、で2日目もじゃあ今度は別の体育館に行ってみようぜみたいな話になって、踊り狂って、また、朝になって寝るときに、よし今日こそはなとか言って、でも明日があるやみたいな話になって、でまた同じ生活を2日目するんですよね。で3日目になって、じゃあ今日はっていう話になって、で今日こそは行かなきゃなって、とりあえずビール飲もうかっていう話になってまたビールを飲み始めて、そうするともう3日間そんな生活してるんで、やっぱ体とか重くなってくるわけですよ。3日目のお昼ぐらいに起きてすぐビール飲み始めて、今から行かないと滝見えないよという話になって、で2人でこう笑いながら話していて、いいかとかいう話になって、このままビール飲んでようぜっていう話になってずっと飲んでたんですよ。で3日目もじゃあ最後だからちょっと今日はいいディスコに行って入場料を払うんだけど行って、綺麗な女の子もいっぱいいるんですね、ブラジル。でそういう子たちが踊る、それを見ながら最後の夜をみたいな話になって、で結局行かなかったという話なんですよ。で帰る時にじゃあ次だっていう、本当に絶対にじゃあ次に来てまた飲んで今度は滝を見に行こうねって思うんですけど、もう本当ね、日本から行くと地球の裏側じゃないですか。地球の裏側にやっぱね、なかなか私もブラジルで仕事で行くことはあるんですけど、サンパウロとかに行っても、サンパウロからまた飛行機で行って、飛行機からまたいろいろあってっていうんで、もうなかなか行ける機会ってないじゃないですか。なのであの時の経験っていうのは非常に今でもいい経験というか、実際人に話したりするとバカだなって言われるんですよね。そういう経験して、言っときゃよかったのにって言われるんですけど、でもね、私ってこういう経験って本当に自分のその今までの経験の中でもすごく印象に残るというか、滝を見るよりもすごく気に入ってるというか、お気に入りの経験なんですよね。
なので、あんまり皆さんも観光っていうことはもちろんいいと思うんですけど、こういうハプニング的な旅行もそれはそれで楽しめるっていうところをね、これやんなきゃいけないっていう、旅行行ったらこれやんなきゃいけない、やんなきゃいけないっていうふうにみんな思うと思うんですけど、それが案外できなかったりすると、それはそれで非常に、楽しい経験で、一生笑いますからね、こういうことをやっておくとですね。なので、はい。で、ブラジルのそのシュラスコっていう中で、小川さん、串にね、丸いものがずっと突き刺さってる写真ってあるじゃないですか。で、小川さん、さっき、外食の話したんですけど、焼き鳥とかって行きます？行きます。で、焼き鳥屋さん行くと、ハツってあるじゃないですか。はい。ハツとか、そういう内臓とか食べたりします？します。これって、日本のハツって、開いて出てきて、鳥の心臓の形してないじゃないですか。はい。ブラジル、これ鳥の心臓の形がそのまま出てくるんですよ。そうなんですね。で、嫌ですか？びっくりしました。これが私が本当に一番お気に入りで、私これだけでいいんですよ、ブラジル行くと。お肉とかってどこでも食べられるんで、鳥の心臓をこういう形で出してくるっていうのは、私が知っている範囲だとブラジルしかなくて、どっかの国でヨーロッパとかの鳥の煮込み料理で心臓がそのまま出てくる、1個2個ね、出てくるっていうのはあるんですけど、こんな感じでこのまま食べるっていうのは私はブラジルしか知らなくて、でもう本当美味しいんですよ。これも口当たりといい、味といいですね。で、日本でもね、シュラスコやってる料理、レストランでは食べられるんでね、もし興味があればぜひ行ってみてくださいというところです。